皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は世論調査です。日本人がK国のことをどう思っているのか、また同じようにして日本人が中国に対してどのような思いを持っているのか、それを世論調査を通して見ていきましょう。この動画を見ている人たちはそれぞれK国や中国に対する思いを持っているはずです。その自分の考えというものが世論調査を通すことによって日本人の一体どれだけの人が思いを共有しているのかを確認することができます。それでは世論調査のニュースをどうぞ。K国と良好、良好、22ポイント減、最低に外交世論調査。内閣府が20日に発表した外交に関する世論調査でK国に対して親しみを感じると答えたのは 6.3% で、どちらかというと感じる 20.4% との合計は 26.7% となり、前年から 12.7 ポイント下がって、同様の質問を始めた昭和53年以降最低だった。いわゆる徴用工訴訟やK国による竹島の不法占拠などが背景にありそうだ。K国との関係を尋ねたところ、良好 0.6%、良好 6.8% の合計は 7.5% にとどまり、前年に比べ 22.9 ポイントの大幅減で、同様の質問を始めた61年以降最低だった。外務省は引き続きK国側に賢明な対応を求めていくことに変わりはないと強調した。K国に続いて中国についての世論調査にも触れておきましょう。良い印象たったの 15%、世論調査に現れた日本人の中国不信 15%、9月に実施された世論調査で中国に良い印象を持つと答えた日本人の割合だ。日中両国は6月の首脳会談で自由で公平な貿易体制を強調して発展させることを確認し、世界の平和と安定に肩を並べて貢献していくと謳った。にもかかわらずこの数字である。世論調査の細目から読み取れるのは、国際規範を逸脱した行動を繰り返す中国を本当に信頼できるのかという日本人の素朴な疑問だ。国賓訪日を前にショック。とても低くてショックでした。11月8から9日に参加した在日中国大使館と日本人記者の交流合宿で中国外交官のこんな声を聞いた。世論調査は言論 NPO が18歳以上の男女を対象に日中両国で行ったもので、有効回収標本数は計2597。中国に良い印象を持つ日本人の少なさとは対照的に、日本に良い印象を持つと答えた中国人の割合は 45.9% と高く、調査を始めた2005年以降で最も高い数値となった。中国に良い印象を持つ日本人の割合 15% は低いながらも4年連続で上昇している。この外交官は日本人の中国への好感度が低い原因として、日本の新聞やテレビでは中国に関するマイナス報道が多いことを挙げた。さらにはメディアには社会に対する責任があり、中日関係の改善と発展に向けて建設的な役割を果たしてほしいという。印象良くないは 84% 超。日中双方の関係者による長年の熱心な努力にもかかわらず、日本人の中国への好感度が低いのは、むしろ日本人が中国に対して怖さや不安を感じているからではないか。こうした意見が交流合宿に参加した日本人記者から相次いだ。世論調査によれば、日本人が中国に良くない印象を持つ理由のトップ3は、1、尖閣諸島周辺の日本領海や領空をたびたび侵犯しているから。2、共産党の一党支配という政治体制に違和感を覚えるから。3、国際的なルールと異なる行動をするからというものだ。中国に良くない印象を持つ日本人の割合は 84.7% に上っている。弾圧なんてない。中国の怖さを感じさせる出来事が新たに起きた。国際調査報道ジャーナリスト連合が入手した中国政府の内部文書に基づき、監視カメラや顔認証システム、人工知能などの先端技術を利用して多数のウイグル族を要注意人物と決めつけ、裁判を経ずに職業教育訓練センターと称する収容所に送り、中国化教育を強要していると広く報じられたのだ。中国政府によるウイグル弾圧をめぐっては、
国連人種差別撤廃委員会が昨年8月、テロ対策を名目に100万人以上が強制的に収容されていると指摘。民族的に近いトルコのほか、ポンペオアメリカ国務長官も中国は宗教や民族の独自性を消そうとしていると厳しく批判してきた。だが中国側の反応は弾圧なんてありません。監視カメラのおかげで新疆ウイグル自治区の治安はとても良くなりました。今はもうテロの心配もなく安心して旅行が楽しめますとあっけらかんとしたもので、あまりに大きな認識の違いに私は愕然としてしまった。世論調査の結果として、K国に親しみを感じているという人が 6.3%、どちらかといえば親しみを感じるという人が 20.4% いました。この数値を高いと見るのか低いと見るのかは人それぞれの視点によって異なります。それこそコップの水が半分あるという状態を見て、まだ半分もあると見るのか、もう半分しかないと見るかは人それぞれ考え方が違うのと同じように、このK国に対する親しみを感じているかという数値についても同じように、こんなにもいるんだという驚きを持って迎えるのか、それともこれだけしかいないのかと嘆き悲しむかは人それぞれ考えが違うのです。そして私自身の考えは、まだこんなにもいるのかという逆に言うと驚くと同時に悲しみも思えます。K国について調べれば調べるほど日本にとっては非常に大きな害悪をもたらしている国です。それは経済的にも文化的にも、そして国際的な評価においても K国は日本のことを傷つけずにはいられないような、そのような政策を長年にわたって行っています。そういった意味において、あの国に親しみを感じているという人がこれだけいるというのは、私にとってはもっともっと下げていかなければならない、もっと啓蒙活動していかなければならないと思う数値です。時々私の動画に対するコメントでこのようなコメントがあります。上川さんの発言というのは冷静で中立的な意見があるので安心して見ていることができるという意見です。実はこれは大きな勘違いです。私自身は立場を今まで正確に発言したことはありませんが、私自身の心は決まっています。そもそも私の立場は日本側に立ったものであり、中立ではありません。もちろん、K国の側に立って発言するということは全くありません。ですから私の制作している動画が中立的な立場であるといったことは全くないのです。私の意見というのはあくまでも日本側の意見であり、中立公平な立場で発言をしているわけではありません。そして、YouTube 上においてはこの公平中立な立場でK国について情報を伝えているという人はほとんどいないと私は思っています。中には朝日新聞のようにどう見てもK国の側に立っている報道機関などもありますし、もしくはデマやフェイクニュースを一体何本出しているのかわからないような通信社などもあります。そういった事情を考えると、立場を明らかにしていない中立公平を装っていながらK国の立場に立っているそのような報道機関や人物の方がよほど私は危険だと思っています。私が動画を作る上でのスタンスというのはあくまでも日本側から見てK国や中国の問題点や脅威について皆さんにお知らせするという立場です。その伝え方というのは決して何かを誇張するということをしないように心がけています。極端な表現をすることによって多くの人の注目を集めるというのは確かに非常に重要なことです。理路整然と、そして正しいことを言っていただけでは多くの人の注目を集めることが非常に難しいのも確かなのです。そういった意味で私の動画にはなかなか毒というものがあまりないので、物足りなさを感じている人もいるでしょう。しかし、私の意見を見ることによって、極端に触れた意見と、そして私の意見を比べてみることによって、実際にはどうなのかなという具合にして、より冷静に物事を見ることができるのではないかと私は思います。そして極端な言葉を使わなくても、冷静に一つ一つ知識を重ねていくことによって、K国に対する問題点はより多くの人にもっと共有されてしかるべきものだと思っています。そして知識を共有することによって自然と多くの人が理路整然とあの国の問題点を指摘し、あの国と過度に仲良くすることは危険であるという認識を深めることができると私は思っています。皆さんは私のこのような考えにどのような感想を持つでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではニュースについてはここまで。ここからはちょっとした余談になります。先日私のチャンネルの登録者数が6万人を突破しました。チャンネル登録してくださった皆さんありがとうございます。
先ほども述べたように、私のチャンネルの動画では、あの国に対する極度な攻撃的な言葉というものは一切ありません。なるべく冷静に、実際にはどうなのかといったところを淡々と解説しているような動画が主になっています。聞いていてスカッとするような激しい攻撃といったものは全くないのですが、その分だけ考えを整理したり、ああ、こういう考え方もあるのかといったような、ある意味脳への刺激にもなる動画を作り続けていこうと思っています。まだまだ発展途上のチャンネルですが、これからも活動を継続していくことによって、より多くの人に新たな気づきや新たな概念の獲得、そして知識の整理に役立つようなチャンネルになっていければと思っています。これからもぜひともチャンネルの動画を見に来てくれると嬉しいです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わったら、ぜひともチャンネルの評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。